シャキッとキレのいい割りだ。塩釜です。つるっと感が最高です。なんで大トロから行くんですか？甘じょっぱいのに一番美味しいものから食べていただきたいと思います。アジュータさんは普段営業でマグロはどの順番に持ってるんですか？僕は大トロ、まあ、蛇腹、赤身、中トロの順番。淡路のスニーカーでございます。結構包丁入れるタイプなんですね。そうですね。最初パキッとからのちょっと包丁のところがねっとり系になってくるというか甘くなる。スニーカーの要素とちょっと煽りの要素みたいな。ああ、本当そんな感じだと思います。赤身はセカミ、同じ魚体なんですけど、セカミの部分の赤身になります。しなやかで美味しい。後半から味が来ると。マックさんですね。深めですね。肉厚。うわーでも油回ってますね。前半の今5貫ですかね。マグロ3貫とイカ小肌。そうですね。はい。結構王道じゃないですか。マグロイカ小肌ってはい。意図がありますね。これはでも本当最初僕マグロずっと連続で3貫で出し続けてたんですけど、はい。マグロ屋さんとかいろんなお寿司屋さんが食べに来てくださった時に、こういう風にしてった方がいいんじゃないっていう話とかいろいろ聞きながら今の順番に至りました。はあ。なんで醤油じゃなくて塩でいったんですか？塩の方が甘みがもっと増すような気がして。
貝類はハマグリとか以外は塩を使ってますね。サワラ食べたお店で一番美味しかったです。好きなタイプです。生じゃないけどちょっとくにゅっとした感じが好きです。ノドグロは皮目だけ一回火を入れて、冷蔵庫に一回入れるんです。香りをうちはつけてて、ヒバっていう。ああ、ヒバのか。ヒバってなんかお香みたいな。ヒノキの葉だったら何かの葉でしたね。あのノドグロの個体だったらエシャレットだとエシャレットに持ってかれるのかなと思ったんですけど、ヒバのおかげでめちゃくちゃバランス取れますね。お二人ご夫婦。はい、夫婦ですね。一応夫婦やらせて。一応って同い年なんですか。同い年です。ああ、めっちゃいいですね。高校生の時から付き合ってて。へえ。これ海苔って本当に本当にですね。まあでもやっぱウニはこんぐらいのパンチある海苔でもなんかちょうどいいですね。美味しい。こってりしてるけど軽い。そうですね。うちは後味はあんま重くない。普通に考えたら塩からのタレな気がするんですけど、あえて。そうですね。塩が一番好きなので、は一番最後に締めで塩を。あ。爪の時より油を感じますね。寿司堀之内さんは昼と夜でお任せの金額だったり内容っていうのは今どんな感じでやってらっしゃいますか。お昼は、握りのみはい1万3200円で、はい夜はお任せのおつまみと握りのコースで、はいで込みで2万6000円2万6000円でやらせていただいてます。で1回転ですか。そうですね。お昼1回転の夜1回転で。予約は何で取ったらいいですか。予約はお電話で。お電話で。はいはい。結構魚磨く量すごくないですか。すっごい楽ですよ。すごいっすよね。磨くとは何ですか。周りの部そういうこと分を全部そぎ落とす、トリミングしてるってトリミことですね。ングする。本当にいいところを。なんかさっぱりめ。必要しいですね。この絵って何の絵なんですか。上
宗像志功っていう青森県のもう今亡くなられてるんですけど、もともと版画家さんで、これは版画じゃないんですけど、特展っていう日本の展示会が昔あった時に描かれた「君と」という作品です。2日間ぐらい血につけて脱水させた赤貝ですね。血の浸透圧で余分な成分が出てきて、その分うまみがギュッとなります。さっぱり系ですね。食感ジューシー。ジューシーな感じ。そう、このマグロは同じ塩釜なんですけど、1週間半前ぐらいで魚体は全然違う。こっちの方が最初の出たようなやつよりももっと売れてる。そうですね、売れてます。寝かせてる。はい。1貫目の大トロよりこってりしてますね。やっぱ売れてるんで重みがあるんですね。塩って何使ってる今いろいろ変えてるんですけど、今はシママス使ってて、卵はこれ何が芝エビとグラニュー糖と、あとみりんと醤油、薄口醤油ですね。野内さんの良かったところどんなところですか？全体的にでも本当に繊細だなと思いましたね。やっぱからしを4箇所につけるとか、はい、なんかそれだけでこんだけ変わるのかなと思いましたし、マグロからのスタートですごい強気なスタートだなと思ったんですけど、後半になるにつれて全然すごい繊細な味付けだなと思ったんですね。最初から最後まで食べて疲れないですね。食べ疲れ全然しないです。食べ疲れがなくてすごい食べやすいですし、でもちゃんと食べた満足感がありますし、でもすごく本当に勉強になりました。がもうちょっと4番バッターになります今日。これ長いですね。長い。からしを1234にいくじゃないですか。ここが面白いなと思って、なんであえて4分割したんですか？からし、この和がらしって結構辛みが強いので、はい、あんまりこう一点集中でポンってやるとそれだけの味になっちゃう。ちょっと4点にちょっとずつずらしてやってます。いや全然でもそんなくどくないですね。包丁の入れ方がめっちゃいいです。美味しいです。ありがとうございます。これも一回塩で脱水してから1日寝かせて使ってますね。寿司堀之内さんのこだわってらっしゃるところってどんなところですか？とにかく仕事をするですね、一つ一つの魚に塩を
したり数したり強度お出しさせていただいたお魚も全部仕事はしてあるので、そういった仕事啓太さんからいろいろ教わったりとかいろんな先輩方から教わったことを大事にしていきながらうちはやっていきたいなっていうこだわりですね。でもどうですか、一緒にやられて大将。いい意味でも悪い意味でも頑固なので頑固なんだやるって決め